にちは、みえこです。今日もショルダーバッグ作りましたよ。2週連続ですが、仕立てはとても簡単ですよ。でもパターンがとっても可愛いので、仕立てはシンプルが一番かなと思っています。で、そこがね、面白いんですよ。それでは一緒に作りましょうね。まず必要な布の大きさですが、この2種類と正方形があります。このように並べます。次に 3.5 センチをカットした赤い布です。8枚必要です。これを持ってミシンの前に移動しますよ。まずは白い布の上に赤い布をこのように重ねます。そして斜めに縫うんですよ。なるべくまっすぐ縫いたいところですが、ちょっと曲がっても大丈夫です。心配な時は線を描いて縫ってくださいね。縫い終えたら縫い代をこのようにカットします。続いて赤い布をこのように折って、また赤い布を重ねて同じように縫います。途中で糸を切らないのは、糸切った時に糸の調子が悪くなるからですよ。続けて縫うときれいに縫えます。縫い始めが糸ゴショゴショってなりますよね。赤い布もこのように折り線をつけてから縫ってもいいですよ。また同じように縫い代をカットして、このように手で折り線つけます。そしたら小さい四角い布を縫います。次に大きい四角い布と縫います。そしてこの2つを縫うと完成しますよ。
はい、このようにできたら12枚作って順番にまた縫いますよ。縫い代は7ミリで縫いました。縫い代の折る方向を気をつけながら縫います。そして順番に3枚ずつ縫います。次にキルト綿を用意します。その上にこのように重ねてアイロンでプレスしながら縫うときれいにできますよ。次に裏布を用意します。裏布はトップより2センチぐらい大きくします。キルト綿は後から切るので少し大きかったら大丈夫です。そして刺繍をしますっていうかキルトします。これを2枚作りますよ。ちょっとだけ配色変えてみました。下手に入ります。余分なキルト綿を切ります。次にショルダーの紐用の金具をつけます。固めのリボンにこの金具をつけてトップの間に挟んで一緒に縫いますよ。そしてこれ底の部分ですが、パターンのこの辺りに2センチぐらいのタックを作ります。右と左の位置が違うの分かりますかね。同じようにタックを取ってまちがいっぱい必要な人はここでいっぱい折ってくださいね。でも赤い布にかからないように折ると可愛いですよ。そしたら仕立てます。キルト綿のある部分を縫います。縫い代はキルト綿の端から7ミリぐらいですが、表に見えないのでカットしてから縫ってもいいですよ。
裏布をこのようにカットして、先にカットしてもよかったですね。布の端を隠すように裏布をこのように折ってミシンで縫います。はい、ここ周囲全部縫ったら表に返します。このようにできていますよ。そこが面白いカバンですよ。そしたらこのカバン入れ口をこのように折ってもう一度刺繍しましたが、ミシンで縫っても大丈夫ですよ。最後にマグネットホックをつけて完成です。最後まで見ていただいてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょうね。またね。